Всем привет! С вами Эми, друзья! どこにあるのか誰も知らない謎の国、エミリア連邦大統領のエミです。こんにちは。我が国には時々、旅人が迷い込んでくるんですけれども、そんな旅人さんたちにお話を伺っていくチャンネルです。今回は、前回お越しいただいた旅人の織まこさんと三山さんとの合唱ガチ勢トークの後半です。前半は、エミリア連邦の方でもご視聴できますが、フルバージョンが、ご覧になりたい方はゆるがくとカフェオープンマイクさんの方にもアップロードされておりますので、合わせてご視聴いただけますと嬉しいです。お待たせしました。では旅人織まこさんと三山さんとの合唱トーク第2弾スタートです。さて、今回も前回に引き続き織まこさんと三山さんにお越しいただいております。前回の続き、どこまで話しましたっけ前回？さっきドイツ語で、さっき前回ね。前回なんですけどドイツ語で昔は L が、語尾の ER とか AR が今は N っていう R とかになる。っていうキンデルがキンダーになるみたいなっていう話をしたんですけど、こう日本語でも昔の発音からだんだん変化してそれがあるの？発音になってるんですけど、例えば結構最近の話で言うと、でこう合唱の話をしてたんで、合唱とも絡める話だと、特にこう昔の、日本語だと、画行語中の画行が微濁音って言われる人、鼻に抜ける「が」っていう黒柳徹子が得意だっていうやつね。黒柳あれが昔は確かにあって、で最近は結構もう最近の若い人とかだとほとんどそれをやってる人は日常のこう言葉だとやってる人がそんなにいなくて、あれでしょ？なんとか学校とかでしょ？そう、ただもうそれこそ黒柳に徹子にそれがなんとか学校は学校って単語となんかのドッキングした単語だと学校になって、そうだから結構あれもいろいろとルールがあったりして、この時にはあるけどこの時にはないとかがあるんだけど、でもそう最近のこう若い日本語の話者だともうその辺がよく微濁音がもうなくなってきちゃって、分からなくなって、でちょっと上の世代の人とか、あるいは東北の方の方言の話者だとその辺が結構綺麗に残っていたりはするんだけど、ってちゃんと言えるっていうのが、でもこう最近の人だと言えなくて、でもこう規範として合唱をやる時とかには、これを入れた方がいいですよとか、あとは NHK のアナウンサーも結構ちゃんと指導されて入れてたりとかしていて、あれだよね、文字で書くと「か」に丸つけるんだよね。わざわざ記号をね用意して教えたりとかしますね。で私もこう合唱もやってるし、前の職場にいた時にちょうど事務職をやっていて、で隣のこう席の人がちょっと上の世代の女性の方だったんですけど、特にそういう合唱だとかこうアナウンサーみたいなことは何もやっていないこう人で、だからこう多分普通にこう生活してる人、そういうご中腕がだよみたいなことは言われていないはずの人だったんですけど、その人がある時にこう電話に出た時に、ものすごく美しく微濁音を使っていてあ、そうですなみたいなことを使ってて、本当にこう普通に使ってるんだっていうのをちょっと感動した覚えがあって。じゃあもう最近の若い子はもう微濁音を使わないっていうことかな。ほとんど使わない。場所によってはの後とかそういうところだと出たりはするんですけど、でもそうじゃないところとかだとこう全然出てこないし、こう
普通のガギグゲ語だったりするし、うんうんうんもっとこう多分進んでこうガギグゲ語っていう時に舌がこう、後ろについてる、ガギグゲ語がそれすらなくこうちょっと離してここでガガギグゲ語ガギグゲ語に近い発音も多分出てる。知らなかったガギグゲ語なんていうの？割と観察してると、うん例えばここ今例えば私がここに紛れ込む前に紛れ込む前に確かにこう池袋っていうところにいた気がするんですけど、でもそこのすぐ近くに駒込っていうそう駒込っていうところが駒込っていうのが合唱でもしも駒込っていう歌詞が出てきたら駒込ってこう歌うけど、もう鼻だね。そうそうもうでも多分普段の会話だと駒込ってもはや下の後ろがガでもガじゃないんだね。ガですよね。ゴじゃないんだね。順番にやると微濁音から駒込駒込駒込みたいな感じで、最近のが最近は多分そういうその擦れる音、駒込駒込ご駒ごごご難しいそれでねも。多分普通に話してたら出てくる。しっかり当たる音が本来の日本語のがの音だから、駒込ご駒込ごっていう音ごで、そこから微濁音でごごご。実際はっていう時間は日本語の場合はあんまり取らなくて、そうするとごご駒込駒込曖昧な感じになっちゃう。一瞬だけね。だからよく自分では理解してないけれども、こういうなんていうの合唱やってたり、そういう発音の指導したりしてる人たちはそういうのは敏感に感じてるんだね。なんか YouTuber の動画とか見てても、そういう方言の癖とか、その人そのものの癖とかが出てくると時々気になったりとか、あとやっぱこの人いつもこっちで発音してるなとか出てくると、だんだんこう覚えていく気になってくるとかがあったりとかして、そのガ行もあるけどカ行もその擦れる音、しっかり当たる音じゃなくて擦れる音で発音する人結構増えてて、例えばかの擦れる音ってどんな音？だからみたいな。がに近くなっちゃうってことかな。これは一番方向性として近いのはフランス語とかドイツ語とかの R の音、わっていう音、あれも種類がちょっとあるんです。いろいろありますね。ボーロ国にもエミリア連邦にもあります。そうそう、ああいう音に近づいてくる人もいる。わかりやすいのはクイズノックっていう東大生のあれの一番リーダーの伊沢さんとかは見たことあるよ。かなりはっきりガッっていう擦れるかの発音してることが多いかな。特に強調する時とかでも伊沢さんは結構日常的にその発音を使ってる気がする。癖なのかな？癖だと思う。あんまり聞きかじった範囲ではこれは方言とかよりはその若い人の方が増えてるっていう、なるほど、そういうことか。伊沢さんって若いのまた？でも30くらいなんでしょ？もう30いってないぐらい。いってないぐらい。なったぐらい、ちょっと微妙なラインぐらいかな。一番上が菅井さんだから、であれが多分92年生まれぐらいなので31ぐらいなんで、そこからもう一つか二つぐらい年下だった。30代とか20代後半でもうその言葉を使い始めてるってことは、もっと若い10代の世代ってはもう思いっきりもうその擦れる音になっちゃってるってことかしら。なんかその普及が進んでるのか、そういう人がいるだけなのか、そこまでちょっと専門家の先生にこう伺いたいところというところなんだけど、いかがでしたか？対談の続きは随時アップしていきますので楽しみにしていてくださいね。この動画が面白いと思われた方は、今後の動画制作の励みになりますので、チャンネル登録、グッドボタン、
コメント、リクエストをお待ちしております。それから旅人として、エミリア連邦で私とお話をしたい方も、募集しておりますので、概要欄のメールアドレスにご連絡いただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。Das Vidania.